今回はヒートガンで加工したイケメンヘッドをメイクしていこうと思います。第1段階はアイホールにレジン盛りした部分がちょっと色が違うので、パステルで少しですねのせて、ソフビとレジンの色の境目を目立たないようにちょっとしていこうと思うんですけど、このパステルはセミホワイト色っていうわけではないんですが、今一番持ってる色で肌色に近いかなと。もしかするとボックスさんの店舗に行くと肌色に近いようなパステルが売ってるかもしれないので、ちょっと今度見てこようと思います。多少塗るだけでもですね、色の違いっていうのが少し良くなるんですよね。でちょっと気になるところが、レジンとソフビの境目にパステルがちょっとですね筋っぽくなっちゃうんですよね。そこがちょっと注意点ではあるんですが、動画だとこの境目があんまり見えないと思うんですけど、肉眼ですと結構見えるんですよ。下まぶたのここら辺までですねソフビ盛りしてるんですが、ここまでメイクが届かないかもしれないんで、メイクでカバーする、ごまかすっていうのがちょっとできないので、この色の調整がしっかりできるとこのパテ盛りも、いいと思うんですよね。この量をソフビの厚盛りすると、とにかく死ぬので、正直ソフビの厚盛りをこのアイホールの形ではやりたくないですね。このぐらいの光の加減だとソフビとレジンの境目が結構分かりやすいと思うんですけど、ここですね、このちょっと色が変わってるところ、これ段差ができて影ができてるんですけど、ここがソフビとレジンの境目。今が右側をパステルで塗ったんですけど、こっち何も塗ってない方、結構違いませんか？もう何回かのせればですね、もう少しレジンの色がこう透明感が見えなくなるのでいいと思うので、ちょっとやってみますね。ちょっとスプレー吹いた状態なんですけど、スプレー吹く前より吹いた方がパステルの色が濃くなるんですよね。で、私が持ってるパステルの中でこれが一番薄いので、もう少し薄いパステルの方がいいのかもしれないですね。2回目塗ったんですけど、境目が見えなくなるっていうほどではないですね。ここの改良は今後もやっていくっていうことで、反対側のアイもパステルを塗っていきます。スプレー吹き終わった後なんですけど、少し色濃いめになっちゃったかもしれないですね。とりあえずこのまま下書きいこうと思います。下書きは水彩色鉛筆、ファーバーカステルさんの水彩色鉛筆で下書きする際は、艶消しスプレーとかを吹いてないと、ソフビのそのままだとですね、色が乗らないので注意ですね。下書きはあくまでもアバウトにどんな感じかっていうのを出すだけなんで、そんなに本気では書かないんですけど、一番のポイントはこのアイホールらへんですかね。あまりメンズキャラって作ったことないんで、線を丸めて描いちゃうんですよね。でもメンズキャラって眉毛とかこういうところも結構まっすぐの場合が多いですよね。イメージとしてはワタコンの工藤清香ですね。ちょっと描くだけでも結構あれですね、引き締まりますね。デフォルトがこれぐらいのヘッドが欲しいですよね。アイホールってこうくぼんでるじゃないですか、売ってるの。アイホールがこのぐらいのところで閉じてれば結構いろんな顔を作れると思うんですよね。こんな感じ。意外とメンズってね、メイクする場所少ないから描いちゃうとあっという間に終わるんですよね。なんか目が細くなっちゃいましたね。ちょっと口角を上げてあげると多分ちょっとだけ愛想が良くなる。このヘッドはアイホールが小さい方が似合うかなと思って、バージョンを3個ですか作ってまして、なんでかっていうと DD 用のアイホールだとほとんど交際で埋まっちゃうんですね。だから大きさ大中小で、これ中なんですけど、あとで動画の最後の方にバリエーションをまた見せたいと思います。絵の具の時もそうなんですけど、描き直す時はブラッシュエイドを使うとスプレーの塗ったところが溶けないので、これがいいですね。ちょっとですね、バランスを整えてみようと思います。はい、こんな感じで出来上がりました。
下書き屋はだいたいいいかなと。ちょっとバランスが悪いところもあるので、そういったところは絵の具でですね、描くときにちょっと調整していこうかなと思うんですけど、絵の具でさらに下書きをしていくんですけど、今回使うのは結構前に買ったんですけど、トランスペアレントバーントシェンナっていう少し透明っていうんですか、透明って言っても100% ではないんですけども、若干こう透明がかったトランスペアレントっていうバージョンを使います。色はこんな感じですね。ちょっと濃いめの赤っぽい茶色みたいな。で、グラデーションメディウムでちょっと薄めて描いていきます。絵の具で下書きしたら水彩色鉛筆は消すのでスプレーは吹いていません。ここであんまり違ったことを書いちゃうとバランスがかなり悪いっていうんですか、もう一回下書きし直しになっちゃうんで、なるべくですね色鉛筆で描いたところをなぞるような感じでやっていこうと思います。トランスペアレントっていうのは薄い感じで色がのせられるので、まつげとかを重ね書きするような時、下の字を残しつつまつげ描くとか、そういう時に結構威力を発揮するんじゃないかなと。今眉毛はですね線描いてます。本当はもっと細かくね描いていかなきゃいけないんですけど、ちょっとアバウトで。水彩色鉛筆の部分は水で消えるので、濡れた綿棒でさっと、だいぶ消えちゃうな。だいぶ消えちゃいますねこれ。絵の具で塗った部分も消えちゃいますね。このやり方はあんま良くないですね。ほとんど消えちゃったんで、もう一回同じ絵の具で下書きしますね。ざっくり下書きができたので、普通のパーントシェンナ、これと名前は同じなんですね。トランスペアレントがついてるかついてないか。これはソフトタイプのセットに入っているもの。これを使ってさらに濃くしていって、3段階ぐらいの色をつけると、こうなんていうんですかね、陰影というか凹凸というか、印象が結構ですね違うので、それを塗り分けていこうと思います。この子はまつげがないので小ざっぱりとしたメイクで終わっちゃうのかなと。ただそれもですね動画的に寂しいんですよ。はいこれみたいな。コスプレのメイクを参考に少しこうデコってみるっていうんですか、あとミュージカルとかああいうのも結構濃いめに書いてあるんで、ああいうの参考にしてみようかなと思うんですけど、ただそれがうまく表現できるかっていうのはまた別の話なんですけど、女の子っぽくできたかなと思って2晩寝かしたら、まあそんなでもなかったんですけど、この二重のラインがちょっと雑なのと、上まぶたが黒々しいのと、
あとこの曲がりですね。ここを少しですね、ちょっと変えようと思うので、そこだけちょっと修正します。こんな感じで微調整終わったので、艶消しスプレーを拭いてパステルを塗っていこうと思います。塗るのはですね、目の周りですね、ここら辺を、茶色っぽくして SD の感じができればいいんですけど、こうやって、あとこういうところ陰影つけていく、そんな感じですね。パステルが乗るだけで結構印象がかなり違うんで、ここで映えてくれるといいんですけど、艶消しスプレーを塗ってあるので、失敗した時はブラシエイドで取れたり、水でも取れるのでですね、黄ばんなくても大丈夫かなと。パステルはこんな感じでしょうか。艶消しスプレーを吹くとちょっと濃いめになるんで、濃いんですけど、これでですね、一度スプレー吹いてみたいと思います。はい、こんな感じで仕上がりました。まずは輪郭を見てみたいんですけども、こちらが加工前の7番ヘッドです。この顎のラインですね。あとここの顎の一番てっぺん。かなりシャープになって男前になってると思います。この鼻筋のラインもまっすぐにしたんで、凹凸がないメンズっぽい感じが出たんじゃないかなと。あともう一つはほっぺですね。ここのほっぺの出っ張りをなくしたんで、こう可愛らしさを少なくしたっていうんですか。それが結構効果出てるかなと。あとこの E ラインですね。ここの口の部分をちょっと奥に引っ込めて削ってるんで、この辺もですね、唇が小さくなったんで、女性っぽさは少なくなったかなと思います。で、続いてアイホールの部分なんですけども、アイホールは側尾とレジンの境目がここにくっきり見えますよね。これが仕方がないところといえば仕方がないんですけど、なんとかしたいところではあるんですが、前回謙信作った時なんですけど、謙信の時はですね、パステルを控えめにしているってわけではないんですが、境目がですね、ちょっと見えにくいので、溝が多分少ないのかなと思います。こっちは結構ですね、綺麗に削るために何回も何回も削ったんで、くぼみができちゃったんじゃないかなと。ここもですね、ちょっと研究材料ではあります。メンズの場合はメイクする範囲が狭いので、どうしてもこのクマの部分はちょっと残っちゃう感じですね。上目に作ってもいいと思うんですけど、そうするとここの段差とか、ちょっとどうかなっていうのなんで、これも次のヘッドの課題ですね。メイクはキャストドールとか SD 風をちょっとアレンジっていうか、見よう見まねでやってみたんで、絵の具は少なく、パステル多め。多めって言ってもそんなにはやってないんですけど、あとこういうこういう縁にちょっと白を入れて、涙袋、あまり表現できてないんですけど、涙袋をちょっと作ってみたりとかしました。あとあまりやらない眉毛のこの毛の表現っていうんですか、わざと毛の表現をやってるってわけじゃないんですが、何色か重ねたら結構いい感じになったんで、
これまた今後やっていこうかなと思ってます。あと鼻筋のこのラインですね。ここにもパステル入れるので、ここが光って見えるので、ここ低いんですけど鼻筋が通ってる感じに見えていいかなと。アイは付け替えて見比べてみようと思うんですけども、このアイホールが小さいので虹彩が大きいと男の子っぽくない、まあキャラクターによると思うんですけども、虹彩だらけになっちゃうんで DD の標準のミクさんのじゃあちょっとやってみましょうか。これはキズナアイちゃんのアイなんですけど、多分 24mm のアイですかね。これをつけるとこんな感じでほぼ虹彩になっちゃうというところで、小さい虹彩のアイを作ったんですけど、アイはこんな感じで3つのバリエーションを作ってます。これが大中小って私が呼んでるんですけど、このサイズは適当に私が呼んでます。でこれの中を今つけてたんで、これ大をつけてみます。はい、これが大ですね。ランプが光っちゃってちょっと見づらいんですけども、これもかなりイケメンですね。虹彩が大きいと女の子っぽくなっちゃうかなと思ったんですけど、全然これもイケてますね。なんかしっかりした感じ。これもいいですね。ちょっと横向いた感じとか。これいいじゃないですか。これが大。はい、これは小ですね。これはかなりなんかこう冷たい感じ、クールっぽさが出て、これもこれでやっぱりいいですよね。例えばこのヘッドを販売するとしてアイホールを変えたいなって言った時に、この交際のアイって、あんまりないのでですね、私がこの一つのものを提供したとしてもその人の好みに合うか分かんないので、3種類ぐらいはつけたいなって思ってるのと、あと色ですね。これ色変えるのとても簡単なんで、赤、緑、あと灰色とか黄色とか、そういったところを揃えて選べるようにしていくといいかなとか思ったりもしております。二重の線は1色2色ぐらいでしょうか。そんなに濃くは描いてないですね。ちなみにこの間、一番上の二重線と眉毛の間にちょっとこの色の違うところがあるんですけど、これはアイホール持ったところの差ですね。こういうところももう少し隠せるといいですよね。あとはそうですね、削り的に問題あるところはほとんどないので、この首もですね、ちょっと細長くなっちゃってるんですけど、装着する分には全然問題ないので、これで大丈夫かなと。ただあらかじめですね、ここが割れる可能性があるので、割れないようにってわけじゃないんですけど、ちょっと角のですね削って割れにくそうに加工してます。口角のこの端っこはですね削ってなく、そのまま肌にこの口角の絵の具を塗ったんですけど、くぼんでないので、これ横から見るとあれなんです、歌舞伎役者みたいな感じになっちゃってるんで、ここは線を彫ってくぼめて口角作った方がいいかなと思いました。鼻の穴はですね好みによって結構変わるので、この状態でいいかなと。この鼻はパステルでちょっと色を塗ってるんで凹凸とかはないですね。はい、ということで、このクマの部分も男性クマがある人多いんで、これ自然っちゃ自然には見えたりするんで、ここもやっぱ好みですかね。はい。あとはこういうところですね。もし売るとしたら、こういうところにちょっとシミというか絵の具の残り、消し忘れというか消し残しがあったり、これちょっと見づらいんですけど、ホコリがあってスプレーしてしまったんで取り外せないというところがあったりするんで、売り物とするんだったらこういったところをきちんと注意してやっていかなければいけないなと思いました。はい、はい、これでですねヒートガンで加工したヘッドを無事
イケメンにすることができました。パチ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 。今後はですね、このイケメンヘッドを、メインっていうわけじゃないんですけど、こう何回か作っていって、どんどんクオリティを上げていって、もっとなんかいい方法とか、そういったものを模索していこうと思いますので、これからの動画もお楽しみにお待ちいただければと思います。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ではまたね。バイバーイ。